完成しました。蜜ろをですね削るのが予想以上に大変で、かなり疲れました。今度は水を張ったコップに蜜ろラップをかぶせます。では傾けてみます。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回はですね、ニホンミツバチの蜜ろから蜜ろラップを作ってみたいと思います。蜜ろラップというのはですね、知ってる方も多いんじゃないかなと思いますが、蜜ろを布に染み込ませて何度も使えるようにしたものです。お水で洗えば何度も使うことができるので、自然に優しいエコということですね。はい、そもそも蜜ろって何っていう話なんですが、蜜ろというのはミツバチの巣を作る時の材料なんです。若いミツバチの体から分泌されるものです。ミツバチの巣を溶かしてろうを取り出して固めたものです。蜜ろラップを作られる方は市販で売られているビーズ状の蜜ろを使われる方が多いと思います。今回は市販のビーズ状の蜜ろではなく、ニホンミツバチの蜜ろを使って蜜ろラップを作りたいと思います。今回使う蜜ろはこちらです。こちらはですね、昨年この YouTube でダイソー商品を使って蜜ろを作ってみたという動画を上げましたが、その時に作った蜜ろです。もうこれは作ってから1年くらい経つんですが、大事にしまっておきました。満を持しての登場ということで、これを使って作っていきます。蜜ろの作り方が気になる方は作り方の動画もいくつか出していますので、ぜひ見てみてください。はい、それでは材料と道具の説明に入ります。用意するものは布と蜜ろとクッキングシートとアイロンです。布はですね、お家に端切れなんかが余っている方はそちらを使うとエコなんじゃないかなと思います。うちには布がなかったのでダイソーで買ってきました。色を3色用意してみたんですが、黄色に染まります。先に言っておきます。市販で売られているような透明の蜜ろを使えば色はつかないんですが、今回は黄色の蜜ろを使うので全部黄色に染まります。布の色とか柄を活かしたいっていう方は透明の蜜ろでやった方がいいと思います。先に言っておきます。全部黄色に染まります。はい、ではまず布を切っていこうと思います。ラップにするので、適当なお皿とかお茶碗みたいなのがくるめる程度のものと、あと野菜とかを包むように少し大きめのやつも作ろうかなと思います。どうしようかな、これを半分ぐらいに切ろうかなと思います。ざっくり適当に切って、そうで、この布の端のこのジャギジャギしてる部分、さっき試しにやってみたんですけど、このジャギジャギしてる部分がちょっとあんまりいい感じにならなかったんで、ここも切り落としちゃいます。こっちの黄色いのはもうこのままいこうかなと思います。これで3種類の大きさの布ができました。蜜ろの準備に入りたいと思います。ビーズ状の蜜ろだったらもうこのまま作業に入れるんですが、今回用意した蜜ろは固形なのでこのままだと蜜ろラップにできません。はい、そこですりおろし器を用意しました。これで細かく削っていきたいと思います。これは一応調理器具なんですが、蜜ろを削ってしまうともう食材を削るのはちょっと厳しいかなと思うので、いらないやつを使いましょう。いやー、これがね大変ですね。はい、やっと削り終わりました。いやー大変だった。半分ぐらい使って 14g 取れました。はい、それでは作っていきたいと思います。まずですね、テーブルが汚れないように段ボールを引きます。アイロン台とか持ってる方だったらアイロン台の方が滑らないでいいかもしれないですね。で、この段ボールの上にまずクッキングシートを引きます。
じゃあまずはこの一番小さいサイズからやっていきます。アイロンはですね、一番低い温度でやっていきます。蜜蝋の融点は65度なので、お手持ちのアイロンの一番低い温度で十分に溶けるかと思います。蜜蝋は燃えるので、あんまり高い温度でやってしまうとちょっと危ないかもしれません。はい、クッキングシートの上に布を引いたら、その上に蜜蝋を乗せていきます。固まっている蜜蝋はちょっとほぐしながらのせていきます。あんまり多すぎると結構ベタっとしちゃうので、気持ち少なめでいいかもしれません。この上にもう1枚クッキングシートをのせます。そしたらこの上からアイロンをかけていきます。あっという間に蜜蝋が溶けました。かなりまだらになっています。足りない部分にもう少し蜜蝋をのせていきます。はい、冷めたらクッキングシートを取ります。最初アイロンの温度は一番低い温度でやっていましたが、低い温度だと蜜蝋が1箇所に固まってしまう印象があったので、温度を1段階上げたらよく溶けてまんべんなく布に染み込むようになりました。なので温度は一番低いところから始めて、様子を見ながら上げていくのがいいかなと思います。はい、できました。ベタベタせず分厚くもならず、蜜蝋がちょうどいい量だったかなと思います。量が多すぎると結構ベタベタするんですが、これは全然大丈夫です。はい、いい感じになったので、大きい方も作っていこうかなと思います。蜜蝋をのせていきます。さっきね、結構最初まだらになっちゃったので、もうちょっとまんべんなくのせるようにしていきましょうか。蜜蝋 14g 用意したんですが、もうなくなりそうですね。どうやら西洋ミツバチの蜜蝋は固まってる時になんかパキッとするらしくて、日本ミツバチの蜜蝋はこうちょっとネバッとする感じみたいなので、確かにこう今触ってても固まってはいるんですが、ちょっとネバッとした感触がします。なので日本ミツバチの蜜蝋と西洋ミツバチの蜜蝋だとちょっと違うのかもしれないですね。なのでさっきよりちょっとまんべんなくのせてみました。これでいけるかな？アイロンは最初から2番目の厚さでいってみようかなと思います。
はい、画面上だとちょっとまばらに見えますが、まあ大丈夫だと思います。こちらはどうだろう。ちょっと蜜蝋に偏りがあるみたいですね。触ってみるとベタベタするところとそうでもないところがあります。ちょっとベタつく感じがするので、一回温めると余分な蜜蝋が溶けて透けて見えるので、溶けたら剥がしてちょっとティッシュで拭き取っちゃおうかなと思います。ちょっともったいないですけどね。さっきは蜜蝋の量がちょうど良かったのでべったりしなかったんですが、今回は少し多かったのかもしれません。蜜蝋の量の配分が難しいですね。いいですね。ベタつきもだいぶ緩和されました。はい、蜜蝋ラップが完成しました。蜜蝋をですね削るのが予想以上に大変で、かなり疲れました。最初大きいやつとかも作ろうかなって思ってたんですけど、蜜蝋をちょっと削るのが大変ということで3枚だけ作りました。一番小さいサイズ1枚と、あと中くらいのサイズは2枚作りました。作ってみて思った感じなんですけど、西洋ミツバチの透明のビーズ状の蜜蝋で作っていた方の動画を参考に見たんですけど、それよりはアイロンをかけてこう伸ばしている時に伸びが悪いかなっていう感じがしました。参考に見ていた動画だと蜜蝋が溶けた時にシャバシャバになってスーッと布全体に行き渡るような感じだったんですが、日本ミツバチの蜜蝋だと溶けてもあんまり広がらずにその場にこうベターっと馴染んでいくような感じでしたね。さっきもちょっとお話ししましたが、日本ミツバチの蜜蝋は少しベタついているので、それが影響しているのかなと思います。あとは蜜蝋の量の調整がちょっと難しいですね。少なすぎると動画の中でもあったかと思いますが、まだらになってしまうのと、あと量が多すぎると今度ベタベタになってしまうんですね。はい、では早速蜜蝋ラップちょっと試していきたいと思います。はい、蜜蝋ラップは熱で変形するので、お皿の上に蜜蝋ラップを乗せて手で包み込むように温めると、このお皿の形にぴったり合います。はい、こんな感じですね。今度は蜜蝋ラップの撥水性を試してみようと思います。蜜蝋ラップに水をちょっと垂らしてみました。結構弾いてますね。今度は水を張ったコップに蜜蝋ラップをかぶせます。はい、これでわかるかな。では傾けてみます。おお、ダメじゃん。はい、こぼれますね。完全に防水なわけではないみたいです。ちょっと勘違いしてました。思ってたのはもう完全防水で、水も通さないみたいな感じだと思ったんですけど、どうやら私が作った蜜蝋ラップはそうではないようです。ちゃんと作ったことがないのでちょっとこれで正しいのかわかんないんですが、これがこういうものなのかどうかぜひコメント欄で教えてください。水っぽいものを包むのには向いてないかもしれないですが、クッキーとかパンとか、あとお野菜とか包むのにはいいんじゃないかなと思います。はい、
私が今回作った蜜ろうラップはこんな感じなんですが、ニホンミツバチの蜜ろうで作ってみたっていう方や西洋ミツバチの蜜ろうでも固形の状態から蜜ろうラップを作ってみたという方は是非コメント欄で教えてください。今回はここまでとなりますが、黄色い蜜ろうを白く脱色する方法や、あとは少しまだ蜜ろうが残っていますので、これを使ってリップクリームやハンドクリームも作ってみようかなと思いますので、興味がある方は是非チャンネル登録をお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するノウハウなどを発信しています。この動画が面白かったという方は是非高評価やコメントお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。